日本語中級旧正月。こんにちは、まめちゃんです。皆さんの国の新年、お正月は1月1日からですか？日本もそうです。ただ、日本以外のアジアの国々では違うみたいです。日本は新暦、新しいカレンダーでお正月を祝います。日本以外のアジアの国々では旧暦、昔のカレンダーでお正月を祝うことが多いそうです。旧暦、昔のカレンダーでお正月を祝うアジアの国々は中国、台湾、韓国、ベトナム、マレーシア、インドネシア、モンゴルなどだそうです。ちなみに、旧暦、昔のカレンダーのお正月を日本語では旧正月と言います。中国では春節、ベトナムではテトと言うそうです。旧暦から新暦、日本では1873年から、日本でも昔は旧暦、昔のカレンダーを使っていたそうです。日本では1873年から新暦、新しいカレンダーを使うようになったそうです。日本で昔使っていた旧暦、昔のカレンダーはどういったものなのでしょうか？気になったので調べてみることにしました。旧暦は月、新暦は太陽。旧暦、昔のカレンダーは月の動きに合わせて作られたカレンダー。新暦、新しいカレンダーは太陽の動きに合わせて作られたカレンダーだそうです。旧暦から新暦、日本では1873年から。なぜ日本は1873年から以前使っていた旧暦から新暦を使うようになったのでしょうか？気になりますね。少し調べてみることにしました。明治、日本が新暦を使い始めた理由はいろいろあるようです。日本が新暦を使い始めたのは1873年、明治時代です。これは明治政府が決めたことでした。1、カレンダーを欧米に合わせた。日本が旧暦を使っているとき、欧米では新暦を使っていました。そのため、日本の政府は貿易などのため、欧米にカレンダーを合わせたそうです。欧米は欧州プラス米国。欧米とは何か、念のため説明します。欧米とは欧州、ヨーロッパと米国、アメリカのことです。日本人はこの言葉をよく使います。2、役人の給料を節約するため、また当時の政府は財政が苦しかったそうです。そのため役人の給料を節約するためでもあったと言われています。本当に節約になったのかな？
役人に払う給料を少しだけ節約できたそう。結果としては少しだけ節約になったそうです。内容はとてもややこしいので、詳しく知りたい人は調べてみてね。歴史って面白いですね。まめちゃんは歴史が苦手だった。実は私、学生時代、歴史の授業が苦手でした。歴史の授業中は眠くなっていました。時々眠ってしまうこともありました。なんででしょうね。歴史。私が歴史が苦手だったのは、多分、ただ暗記することが嫌いだったからです。今は旅行の時にその土地の歴史を調べるのが好きです。世界の歴史、世界史、日本の歴史、日本史。日本では世界の歴史を世界史と言います。それに対して日本の歴史を日本史と言います。日本の学校では日本史と世界史の両方を学びます。日本史。YouTube を始めてから日本の歴史、日本史についても調べるようになりました。そして日本史も昔の人の生活を知れて好きになりました。やはり自分が興味を持ったことを調べて学ぶことは楽しいですよね。語学の勉強も同じだと思います。興味のあることを調べるって楽しい。今年2025年の旧正月は1月29日水曜日ですね。私はほぼ毎年アジアの他の国から来ている友人と料理をします。そして旧正月をお祝いします。この動画の PDF とテキストはパトレオンのサイトからダウンロードできます。詳しくは下にあるリンクから見てね。またねー。